ミルトンチャンネルです。今日は初めて溶接機を使ってバンクの基礎となる針金溶接を行いました。その作った基礎がこちら。これまで溶接は怖いと思い込んでずっと敬遠してたんですが、やってみると思いのほか楽しくてかなりテンション上がりました。今回はキャンピングシェルのバンク部分の型を作っていきます。実は FRP でのキャンピングシェルを作るにあたり、日本はもちろん世界中のキャンピングカーを DIY している方を探しました。ところが私の作ろうとしている形状のバンクを作っている方を一人も見つけられなかったので、今回のやり方はトラックや車、バイクの曲線を FRP で自作している方から参考にしました。そこで型の基礎に使われていたのが針金。太さ 2.6 から 4mm の針金を使っている方が多かったので、私もホームセンターで購入してきました。価格はどの針金も約10メートルで数百円とかなりコスパがいいです。まずはこの針金をバンク部分にフリーハンドで成形してみました。ところがこれが全くうまくいきません。映像のように手で曲げようとしてもぐにゃぐにゃでなかなか思うような形になってくれません。そこでさらに針金の加工の仕方を探したところ、針金を簡単にまっすぐに加工できる方法を見つけました。この針金なんですけども、手で簡単にこんな感じで簡単に曲がるんですけど、これをまっすぐにするのが結構難しいんですね。で、そのまっすぐにする方法が万力を使うことなんですけど、このような台にセットしてこんな感じで結構曲がっていて、まっすぐにするのもめんどくさい。この針金の先端をペンチでこんな感じに曲げたら、この万力のこの部分にセットするわけなんですが、この後電動ドリルドライバーのこの部分にこの針金の先を入れて、この部分で締め上げます。で、こんな感じでちょっと曲がっているこの針金を電動ドライバーの締める方向に回していきます。こうすることでよじれていた針金がだんだんまっすぐになり、触れないほど熱いわけじゃないんですけど、ちょっと熱くなります。多分60度から70度ぐらいになってると思います。で、こんな感じでまっすぐな線にすることができました。で、近寄ってみると分かるんですけども、針金がこう螺旋状にねじられているような感じになっています。これをこの何もいじっていない針金と比較するとこんな感じで、こちらが何もやっていない方で、こちらが今電動ドライバーでねじった方なんですけども、こんな感じでほぼ直線の針金になってくれました。それで合成がこれ上がるらしいという話だったんで、ちょっと今手で曲げたりしてみてるんですけど、こちらはこんな感じで本当にすごい簡単に曲がるんですが、こちらは多少なんですけども合成が上がったような感じはあります。いずれにしてもこの針金自体をこんな感じで手だけでまっすぐにしようとするとかなり手間だったんで、電動ドライバーを使うだけでこんなに綺麗にまっすぐに簡単になってくれるので、このテクニックを使ってこの上に作るバンクの型を針金で成形していきたいと思います。で、今まっすぐにした針金がこの 2.6mm の針金なんですけれども、土台の一番硬くあってほしい部分に使うのはちょっと柔らかすぎるかなという感じがあるので、この他に 3.2mm の針金と 4.0mm の針金を買ってきているんで、それぞれまっすぐにして比較してみます。はい、これもすごく近寄ってみると少し波打ってる感じはあるんですけども、まっすぐにすることができました。こんな感じで触ってみてもこれも加工しやすくて良さそうですね。で、先ほどの 2.6mm よりは少し強度があるような感じはしています。ただこう手で曲げて曲がらないほど硬いというわけではないですね。では次 4.0mm の針金もまっすぐにしてみたいと思います。動画撮れてなかったんですけど、3.5mm 用のこのケーブルカッターでは力入れれば切れないことはないんですけど、4mm の針金を切るのはなかなか難しかったです。4mm の針金は結構これ自体でもかなり強力なんで、少し曲げにくいというか加工しづらいんですけども、これも電動ドライバーで綺麗にまっすぐにできるかチェックします。この後電動ドライバーでまっすぐにしようとしたんですが、 4mm の針金はなかなか手強く、なかなかこの 4mm はまっすぐにするのなかなか厳しいですね。結構滑ってますね、ここが。怖いなこれ。電動ドライバーをちょっともっと強力なやつに交換してねじってまっすぐにしてみたいと思います。
はい、こんな感じで一応この強力な方の電動ドリルを使うとまっすぐにはできたんですけど、強さ的にもかなり強くて、この電動ドライバーにかなり負担がかかっているみたいなんで、結構この中が熱くなってるんですけど、4mm のこの針金、作業効率性を考えると 3.2mm の針金が一番やりやすいかなと感じています。これでバンクに使う針金の方向性がなんとなく決まったので、これらの針金を固定する方法を検討していきます。まず一番初めに試したのがこの細いスチール針金での固定。この方法、止めることは止めれたんですが、型として使うにはぐらついてしまって使い物になりませんでした。次に試したのがハンダ付けでの固定。こちらは針金がハンダを弾いてしまって全く固定できませんでした。そこで検討したのが針金溶接。これまで私は 12V クーラーの取り付けにもなるべく簡単な方法で施工したかったので、溶接の DIY はやってこなかったんですが、キャンピングシェルが完成するとそれを持ち上げるアウトリガーも鉄で自作することになりそうなので、一度もやったことのない溶接に挑戦することにしました。そこで今回導入するのが E-NO MIG140P。 これは Amazon で買える格安の溶接機で、内容物は MIG140P 本体、ワイヤーブラシ、トーチノズル2つにトーチ用のチップ、そしてこちらの製品はこのように 200V 用のケーブルが仕込まれているので、その変換プラグですね。でこちらもこのままでは使えないので、この部分に変換するプラグが必要になります。このように3ピン式になっているので、この部分にもさらに変換プラグをつけなければなりません。溶接ホルダーコード、アースコード、トーチコード。このトーチコードには曲線変換コードがついていて、こちらにはもう一つトーチスイッチコードもついています。製品保証カードと取扱説明書。今回は溶接をするにあたってつなぎも購入しました。生まれて初めて来ます。というのも、この溶接機を用いた作業は鉄粉や火花が飛び散るので、長袖、長ズボン、肌の露出を避け、この着ている服の素材も綿 100% が燃えにくくていいようです。そして今回は溶接用に革の手袋と粉塵マスクも購入しました。この革の手袋を使うことによって、火花が飛び散った時の肌を守る役目だけではなく、感電もこの革手袋で防ぐことができます。この革手袋はホームセンターで5、600円程度で購入できます。そしてこちらの粉塵マスクなんですけれども、溶接をする際にヒュームと呼ばれる溶接時の粉塵が舞うようで、そのヒュームを吸ってしまうと塵灰のリスクが上がるので、この粉塵マスクは必ずつけた方がいいようです。次に必要になるのがこの溶接面。このような金属の溶接をする溶接機は溶接時にめちゃくちゃ強い光を放つので、このような溶接面を使うのが必須になります。もし溶接の光を直接見てしまうと視力が低下するので、この溶接面は必ず使った方がいいようです。この E-NO の溶接面はヘルメット型のかぶり面になっていて、この内部にはこの調整ノブを回すことで頭にぴったりフィットするようになっています。この上の部分もぴったりフィットするので、溶接している間に面がずれてぐらついたりすることがないんで、そういった意味でも使いやすそうです。またこの溶接面はかなり高機能な作りになっていて、一番上の部分にソーラーパネルが仕込まれているので、ソーラー電池で動くような仕組みになっています。またこの下の2つがアークセンサーになっていて、この溶接面の裏の感度調整ノブを回すことによって光の量に対してアークの光の感度を変えることができます。またこの溶接面はもう一つ機能があって、遮光の状態から遮光していない状態に戻るまでの時間を調整することができます。またこの溶接面はこの遮光度調整ノブを使ってこのように回していくと、13というところに合わせると最も強い光を遮光してくれるようになります。これらの保護具をつけてみるとこんな感じ。こんな感じでかなり物々しい装備なんですけど、溶接ってやっぱり結構危険を伴う作業なんで、このぐらいの装備は固めた方がいいようです。で、この E-NO の半自動溶接機、これから私が行おうとしているMIG溶接と
被覆アーク溶接、そしてリフトティグ溶接の3種類の溶接機能を備えていて、100V と 200V どちらでも使える製品になっています。私の借りているガレージ物件は 100V の電圧しか来ていない物件なので、今回は 100V でこの MIG140P を使っていきます。この製品は 100V で 30A から 100A まで使用できるようになっているので、私の物件でも問題なく使えると思います。で、今回溶接する方法なんですけれども、まずノンガスミグ溶接という溶接と、溶接棒を使った MMA 溶接というのをやっていこうと思います。この2つはどちらもコスパが高くて、この付属のワイヤーを使ったノンガスミグ溶接と、別売りの溶接棒を購入してやる溶接の仕方があるんですが、今回バンク部分の型を作るためにどちらの方が効率がいいかまだちょっと決めかねているところがあるんで、どちらも試していきます。で、溶接棒を使った MMA 溶接なんですけれども、薄板やステンレスのものには逆極性にして、厚板には正極性にしてつなぐ必要があります。で、今回私が接続するのは MMA の逆極性なので、こういったような形状でケーブルを接続していきます。で、この真ん中の部分にはこのクリップのついたアースコードを接続します。このマイナスと書いてある方にアースコードを接続していきます。このコードはこのようにケーブルに突起がついているので、この突起とここのへこんでいる部分を合わせて締め上げるときっちり固定することができます。溶接ホルダーコードもつないでいきます。これも同じくプラス極部分にこの突起を合わせて締め上げます。これで接続完了です。電源を入れてみます。この MMA の調整では、これら3つの調整ノブはアンペアの部分しか切り替わらないようになっています。他の部分はいじっても切り替わりません。電流の調整は一番下が 30A、 そして一番上げても 100W の場合は 100A までしか上がらないようになっています。今回私がやる針金の溶接はかなり電流が小さくて済むと思いますので、これを 30A の一番ミニマムで使用してみたいと思います。溶接棒は 1.4mm 約50本入りの溶接棒を購入してきました。ホームセンターでだいたい1000円ぐらいでした。こんな感じになってますね。MMA 溶接に使う溶接棒なんですけども、こっちの溶接ワイヤーの方は 0.8mm のもので、こちらの方が設定もあまりいらないので手軽といえば手軽です。今回こっちの溶接棒の方でうまくいくと嬉しいんですけど、ちょっとどうなるか試してみます。溶接自体はこの辺りのスペースでやろうと思っているんですが、スパッタと呼ばれる溶接くずみたいなものが出るので、ダイソーで1枚500円の焚き火シートを購入してきたので、この部分に敷き詰めて作業しようと思います。粉塵マスクをつけ、溶接面をかぶります。溶接棒を挟んで MMA 溶接をしていきます。この溶接棒、案外難しいです。理由は溶接棒自体が長いこと。この棒の長さで溶接先が安定せず、針金を溶接するのが結構難しかったです。はい、ちょっと時間はかかったんですけど、こんな感じで溶接できました。強度的にはかなり強度がある感じで溶接できてはいるんですけども、私素人なんでこんな感じでダマな感じになっちゃってます。それでこの辺りにやはり溶接スパッタというのが飛び散って、ちょっとこう穴が開いたりしてますね。これ焚き火シートなんで穴開かないかと思ったんですけども、穴がうっすら開いちゃってますね、この辺。とりあえずこの焚き火シートは汚すためというか、火花が散っても大丈夫なように敷いていただけなので、問題はないんですが。では次にノンガスミグ溶接をやってみたいと思います。まず先ほども使ったアースクリップをこのプラス側に接続。次にこのトーチケーブルの穴の開いているケーブルをトーチコード接続口に接続します。これもケーブルの接続口に突起がついているので、ここを合わせて押して回しながら締めるだけです。このケーブルから分岐している部分をマイナスの出力端子に接続します。次にこのコネクターからもう1本出ているこのケーブル、トーチスイッチ接続口に接続して締め上げます。本体のこの横の部分を
押し開けてワイヤーを接続していきます。このワイヤーは 0.8mm の太さです。でこの部分を手で緩めてワイヤーをセットします。でこんな感じで超ナットできっちり締め上げたら、このシールの部分を少しだけ浮かせてあげるとワイヤーがこのようにおほー、やば、ワイヤーが外れたけどすごいことになっちゃったな。ちょっと釣りでいうリールがバックラッシュしたような状態になっちゃいましたね。綺麗に巻き直します。こんな感じでワイヤーを巻き直したんですけど、ちょっと手を外すとまた元に戻りそうなので、一旦この部分にもう一度固定して、先端の曲がっている部分をニッパーでカットして、先端をこのワイヤーガイドの中に入れていきます。ワイヤーガイドに入れたら、もうこのワイヤーも暴れなくなりました。でこの状態から、今ここにワイヤーの先端があるんですけども、この状態からこのノブを反時計回りに回して、このようにロックが解除できますので、この後この部分にガイドローラーが入っているので、ここを1回引き上げて取り外します。でこの黒いキャップの取り外しは反時計回りに回して引き抜くと抜けます。で今この金具を手で引っ張り出します。でこの金具は 0.8 と1という風になっているんですけども、この 0.8 というのが今回使っている 0.8mm のケーブルなので、向きをこのままにこの中に入れてセットします。でこれは 0.8 と書いてある方が溝が細くて、1と書いてある方が溝が太い感じになっています。これはワイヤーの形状にぴったり合うように、このような仕組みになっているようです。戻して入れたら、再度この黒いキャップをかぶせて、こんな感じの方向からこんな感じに持っていって固定します。ここまでいったら、このワイヤーの先をこの部分に入れて軽く押しておきます。そしてこのワイヤーの部分を 0.8mm のここの溝のところに合わせて、この蓋を閉めます。で蓋を閉め終わったら、こちらを上げてこのノブを回して締め上げれば大丈夫です。で横から見るとこんな感じで、ここから出たワイヤーが一直線になってこの部分にまで刺さっているのがわかるかと思います。この状態で電源を入れてトリガーを引くと、このようにワイヤーが供給されて、この先からワイヤーが出てきます。出てきました。でこれを1センチぐらいの長さにしてニッパーでカットして使うといいようです。これで溶接の準備は完了です。でこの状態でフロントパネルのこの V と書いてある電圧の部分のノブを回すと最大 18.2V まで上がります。そして反対に戻すと最小 10V まで電圧が下がります。こちらの電流のアンペアの方のノブを回すと自動的にこちらの電圧の方も上がるような感じになっています。 100V の最大電流は100A まで出るようになっていて、 12.6V まで、これを下げて 30A から 100A まで変わるんですが、こちらの電流だけを動かすだけで自動的に電圧が変わってくれるのも設定が楽でいいですね。ちなみにこのソフトとハードというのは、このようにノブを回しても何の表示も変わらないんですが、この部分のノブはインダクタンス調整というのができるようになっていて、溶接の初心者はこのハードとソフトだとソフト側で使った方が推奨されていましたので、私はこのインダクタンス調整ダイヤルをソフト側に振り切って使いたいと思います。溶接する針金もこのように細いものが多いので、アンペア数も 30A で 10V で問題なく溶接できるような気がしています。とりあえず溶接してみます。アースクリップを母材と接続します。暑いですが溶接手袋もつけます。こんな感じで自動でワイヤーが出てくるのはいいんですけど、なかなか針金同士をくっつけるのは難しいですね。僕の技術が足りないせいだと思うんですけど、結構難しい印象です。もう少し練習してみます。この後2時間ほど練習したらそれなりに溶接できるようになってきました。 30A から 60A にアンペア数を上げたり 100A まで上げたり電流を変えていろいろ試してみました。私の印象では 3.2mm の針金は
60から80アンペア程度で溶接すると、それなりな強度で溶接できることが分かりました。こんな感じで格子状のものを作ってみました。最初のうちかなりポロポロと取れてたんですけども、やっていくうちにちょっとコツがつかめてきて、で近くで見ていただくとこんな感じで、お世辞にも綺麗な溶接とは言えないんですけれども、針金で溶接した割には強度だけは結構しっかりしたものが溶接できるような感じがありましたので、このぐらいの強度があればなんとかいけそうです。この溶接を使ってもバンクの部分の型の基礎として使えるかなと思うので、溶接機を使って作っていきます。針金を電動ドリルでまっすぐにして、映像の長方形の部分を溶接していきます。溶接には 12V クーラーを取り付けるときに使った L 型アングルを利用して、針金をクリップで固定して溶接するとうまくいきました。かなり根気のいる作業ですが、長さを測りながら地道に溶接を続けていきます。今回初めてやった溶接ですが、どうにか長方形を仕上げることができました。次にバンクの曲がった部分も作っていきます。これも作り方は基本的には同じで、電動ドリルを使って一度まっすぐにした針金をフリーハンドで手で R をつけながら作っていきます。あらかじめ何本かまっすぐに作っておくと効率が良かったです。溶接をするにあたってダイソーの焚き火シートがあまりにもボロボロになっていくので、ホームセンターで鋼板を購入してきました。大きさは厚さ 3.2mm、30センチ ×60 センチの大きさで、価格は1800円程度。これはかなりハードに溶接をしても溶接スパッタがほとんど鋼板につきませんし、焚き火シートのように穴も開かないので、購入して本当に良かったです。ちなみにこの鋼板についた溶接スパッタ、もしこれを取る際は素手ではなく革の手袋を使って取り払うか、サンダー等で取り払ってください。映像では丸いスパッタのように見えますが、意外に鋭くて素手でやると怪我をします。丸く R のかかった部分も溶接をしていきます。これらの溶接、最初は結構難しかったんですが、慣れてくるとかなり楽しくなってきました。始めてみるまでは溶接は最初怖いなと思っていたんですけれども、きちんと準備をして溶接すれば特に危ないこともないので、これまで難しいと思っていた鉄同士の接合が簡単にできるのは結構テンションが上がります。まだ何も完成できてはいませんが、溶接トライしてみて本当に良かったです。針金を曲げてこんな感じの形状の枠の基礎のようなものを作りました。でこの枠なんですけど、バンクのこんな感じでこの部分に来る感じになります。でこれ1個では当然型は作れないんで、これをいくつか複製して要所要所でこんな感じで複製していって、最終的にはこの部分を全てつなげて、それで型を作っていく予定です。それでこの曲がった部分のこの R がついたこの加工、これ実はめちゃくちゃ簡単で、この一番出っ張っている部分のこの R とこの R は違う針金なんですが、この針金とこの針金2本でつながっている感じになっています。でまだ今溶接前なんですけど、これをこの部分にこんな感じで溶接して、そしてこの上の部分のこの部分はこの長い鉄線をこのように曲げて溶接するだけなんで、すごい簡単です。こんな感じで綺麗に曲げることができたので、これをこのように合わせて溶接をしていきます。で1個目はこんな感じでフリーハンドで作ったんですけども、2個目以降は最初に作った型にこんな感じでぴったり合わせて、この曲がり具合が合致していることを確認してから溶接します。でこの一番下の部分の針金とこの2段目の針金の隙間がちょうど15センチなので、15センチになるようにぴったり合わせて採寸をしてから溶接していきます。この曲がった部分の固定なんですけれども、溶接をする前にこのようなクリップで固定して、アングルを利用して固定すると、このアングルもこんな感じで少しこのように角度を変えることができるので、アングルに固定してこのように溶接していくととても楽です。今回作っているのはかなり大掛かりな基礎なので、それなりに時間もかかりますが、小型のものの溶接なら短時間で完成できると思います。時刻は朝10時50分。ガレージの中の気温は35度。一応こんな感じで針金で型の基礎となるものを作りました。でこちらにも載ってます。でこんな感じで型の基礎ができたんで、今日はちょっとこの辺で
休憩したいと思います。もう暑すぎてちょっと溶接どころではないです。ちなみに私のガレージは直射日光が当たってしまうので、お昼間の気温は45度を超えてしまいます。この日は特に暑くて、ガレージの中の気温は8時過ぎていても30度超えてます。つなぎはやっぱり暑いですね。空調服で体を冷やしてるんですけど、全然暑いです。暑い。溶接を終えたパーツをクリップで仮固定していきます。こんな感じで仮の骨組みだけできたので、あとはこの状態からこういった針金を使ってさらに溶接していって補強していきます。暑すぎです。ちょっと結構過去体験したことのない暑さですね。暑い。あまりに暑いので朝方作業することにしました。朝4時50分。ガレージの気温は27度です。作業には困らない温度なので、これからこのバンク部分を仕上げていきたいと思います。クリップで仮固定しているので溶接で留めていきます。この溶接という手法、地面や溶接台の上に乗っていなくても空間的に溶接をすることが可能なので、かなり便利だということに気づきました。また後付けで針金等を補強したくなっても気軽に針金を増やして溶接補強をすることができるので、そういった点もメリットが多い方法だと思いました。つなぎや革手袋、溶接面をかぶるのは少し抵抗はありましたが、慣れてくると初心者の私でも素人なりに溶接できるようになったので、かなり楽しかったです。バンク部分の骨組みができたので仮合わせしてみます。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、こんな感じでバンクの部分のこの基礎の部分を作ることができました。何分溶接をやったのが初めてで、あんまりうまくはいってないんですけれども、こういったちょっとしたよじれですとか、こう曲がったり反ったりしている部分は後でパテ盛りをすることで、この形をもっと綺麗な形に造形していきたいと思います。はい、でこの形にするだけでだいたい40時間ぐらいかかりました。素人なんでだいぶ容量が悪かったんですけども、結構時間かかりましたね。でこの造形は 100% 溶接ワイヤーを使って溶接したんですけども、まだギリギリ残っているぐらいで、かなりたくさんの溶接ができそうな感じでした。これ1本だいたい1800円から2000円ぐらいで売ってますので、そういった意味ではかなりコスパが高い溶接方法かなと思います。このイーノアの半自動溶接機自体も、こちらは 100V と 200V 兼用で 24,900 円、 100V の専用の半自動溶接機だと 14,900 円。そういった意味ではかなりコスパ高くいい感じに溶接できる溶接機だと思いました。でこのバンクの部分なんですけど、本当はもっと綺麗に作りたかったんですけど、ちょっと時間的なところと、あとはもう暑さにやられて、朝もう9時とか10時ぐらいには35度とかになっちゃうんで、なかなか思うようにいかなかったですね。こういう溶接作業は夏にやるべきじゃないですね。快適なシーズンにやった方がいいと思いました。このつなぎを着てるだけでかなり辛いです。今ちなみに朝の9時8分なんですが、すでにガレージの中の気温は34度まで温度が上がってます。今回体を冷やすためにこのサーキュレーターとネックファン、この空調服を使って溶接してたんですけども、この空調服自体が化繊でできていて、溶接中に穴が開いてしまうのと、あとつなぎを着た上にこの空調服を着てもそんなに涼しくないんですね。なんで今回だいぶ暑さにやられてます。今後の方針なんですけども、とりあえずこのバンクの基礎を作ったこの部分にパテを塗って、そして綺麗に成形をしていこうと考えています。本当はこの動画で全部こうパテまで埋めた状態で皆さんにお見せしたかったんですけど、ちょっと時間的な都合でなかなかそこまでできなかったので、次回以降の動画でまたお見せしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。これからもっと暑さが厳しくなって、パテ盛り成形や FRP 施工にはかなりきついシーズンになりますが、良いキャンピングシェルに仕上げていきますので、チャンネル登録や高評価で応援していただければ嬉しいです。